はい、どうも金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。松鯛っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。松鯛っていうことでね、皆さん知ってますか？これね、松鯛っていう魚で、パッと見は淡水魚みたいに見えますよね。で、あとこれシーラカンスにそっくりじゃないですか。シーラカンス図鑑でしか見たことないですけど、すごく変わってますよね。でね、音聞いとってくださいね。かなり硬いんですよ。鱗もね、カチカチ。まるで古代魚みたいな見た目ですけども、これ実は海の魚です。で、松鯛っていう名前の理由は、この鱗の表面、これがね、松ぼっくりに見えることから松鯛って言われるみたいですね。で、こいつ、僕一回だけ海で遭遇したことあるんですよ。夜釣りをしてて、なんか水面にね、浮いてるなと思って。いやでも海藻か魚どっちだろうと思って。で、その時たまたまタモがあったんで、さっとすくったら、こいつの稚魚だったんですよ。このぐらいのやつ。で、どうやら調べたところによると、松鯛の稚魚は、海に漂流してる木の葉っぱや木の破片などに擬態して、水面を漂ってることが多いんですって。横で浮いてたんですよ。死んだ魚みたいな感じで浮いてたんですよね。ほんと魚の生態系は奥が深いですね。で、この松鯛はこういう見た目してますけど、実は脂があってとっても美味しい魚なんです。で、僕この松鯛を使ってどうしても作りたい料理が一つあったんですよ。この松鯛の、これちょっとここに破片がありますけども、この硬い鱗、ギターのピックっていうんですか、ビンビンって弾くやつ、あれみたいな感じですよね。この鱗で鱗チップス作ってみたいと思います。マダイの鱗とかを使って鱗チップスってよく聞くんですけど、この鱗が硬い松鯛で鱗チップス作ったらどうなるんでしょう。今日はそちら作っていきたいと思います。身はシンプルにお刺身でいただきたいと思います。で、今日の松鯛なんですけど、こういう風にお腹抜いてくれてあります。なので、すき引きをするとこからスタート。この魚は、すき引き向きの魚。超やりやすいと思いますよ。逆にこれね、鱗取りじゃ、なかなか取れないと思う。ほら、すげえ取りやすい。で、この鎌の付近まで行ったら、ビビビビビッと取ります。はい、これ、松鯛の鱗ですね。なんかこのままお財布とかにもできそうなぐらいのかっこいい模様ですよね。なんかクロコダイルみたいな。はい、こちら側が取れましたら反対に向けて、こっちも同じように取っていきます。この真ん中通す時が一番気持ちいいですね。ほんで、真ん中はちょっとこう硬いですね。なかなかうまく進まない。失敗しちゃいました。ここ、やっちゃった。で、この背中側の方、ここがね、すごくやりやすい。でもちょっとこれ感覚が難しいな。油断すると白い皮貫通しちゃいますね。で、お腹が抜いてあると、この腹の方が難しいんだよな。よし、まあこんなもんでいいでしょう。はい、こんな感じでできましたら、いつもは捨ててしまうこの鱗、これは取っておきましょう。そしたら頭を落としていきます。頭を落として、あー、背骨硬いな。よし、入った。こちら松鯛の頭ですね。ボディに対して目がとってもちっちゃいですよね。で、口はこうなってます。特別とんがった牙とかはないんですけど、ちっちゃいザラザラっとした牙が上下についてる感じですね。そんなにバリバリ硬い貝殻とかを食べれそうな歯じゃないですね。わあ、血合いも綺麗に取れてるな。すごいな。これプロの仕立て屋さんから購入した魚なんですけど、ああいうふうに頭ついた状態で内臓を落としてくれてありました。血合いも綺麗に取れてます。
そしては3枚におろしていきます。下に入れて、結構硬いですね。ちょっとでもここに鱗が残ってるとおろしにくい。で次背中の方に包丁を入れていくんですけど、いつもだったらもうこの躊躇なくここら辺から縦に包丁を入れてガイドライン作っておろしていくんですけど、こんだけ縁側が大きいんで縁側残したいんですよ。なので縁側ギリギリにガイドライン入れます。こんだけ大きい縁側は多分美味しいんですよ。このヒレを動かすところの肉ですね。はい、こんな感じですね。ここが縁側ですね。ぜひとも今日はこちらの松代の縁側の刺身を食べてみましょう。こっちも一緒。下に1本入れつつ、できるだけ縁側を残すように、このラインでガイドラインで、半分ぐらいまでいったら身を持ち上げて、丁寧に丁寧に包丁を通していきます。でここまで包丁が通ったらここに腹骨がありますので腹骨を断ち切ります。硬いな。いた。はい、 OK。 これで松代の三枚おろしの完成。ではまずサクッとお刺身を作っていきましょうか。この松代ね、一応1週間熟成させてあるんですよ。結構これあれだな、腹骨深く入ってるな。よいしょ。でお腹の方はね割と筋っこいな、硬そう。そしたら半分に割って血合い骨を取っていきます。血合い骨が取れたら皮を引いていきます。皮目こんな感じですね。ちょっと皮目くすんでますね。刺身は今日がギリギリって感じだったな。縁側はだいたいどの魚もそうなんですけど手で簡単に取れます。ほら、これが松代の縁側。脂があってうまそうですね。はい、そしたら食塩水を用意しましたので松代の身をくぐらせます。塩水処理をしていきます。汚れ、ぬめり、そして身の中の余計な水分を取り除いていきます。表面がちょっとぬるぬるっとしてきましたら OK。 塩水から上げて水気を拭き取っていきます。これ塩水処理した水なんですけどめちゃくちゃ油浮いてるの分かりますかね。これは期待できるね。では刺身に切っていきます。まずは縁側ですね。縁側はぶつ切りでいいです。このぐらいコロッと切ります。そしたら身ですね。身はまず半分に切って、でこっちの真ん中の柔らかい方はコロッと角切りに、こういう切り身で、でこっちの背中側のちょっと筋っこい方は薄切りで、で折り曲げて盛り付けます。折り曲げて盛り付け、折り曲げて盛り付けと、これで松代のお刺身の完成。はい、では今日のメイン食材こちらです。松代の鱗。すごいでしょ、こんな伸び縮みするんですよ。でこのまま揚げるとさすがに大きすぎます。なので鱗一枚一枚剥がす必要があります。やめてやめて。で鱗はこう表側じゃなくて裏側からピンセットでこうやって抜いていきます。そうすると簡単に抜けます。こういうふう。案外大きいんですよね。でどんどんこうやって剥いていくと皮一枚になります。この作業が結構大変なんだけど癖になる。やめなさい、トラさん。トラさんダメ。よいしょ。はい、悪猫捕まえました。ウェル猫でーす。最近ちょっと太りました。はい、ではこのように取れました。で取れた後はこうやって皮だけになります。そしたらこちらの鱗きれいに洗っていきます。まだちょっとぬめりとか汚れがついてますんでね。はい、きれいに洗えましたらこの鱗をペーパーに移して
できるだけ広げて、水気をできるだけしっかりと取ります。油がパチパチと跳ねちゃいますんでね、こうペーパーを押し当てて水分がにじまなくなってきたら OK ですね。はい、では水気がある程度取れましたら、こちらを揚げていきます。太白ごま油。これごま油って書いてあるんですけど、中華とかで使う香りの高いごま油の油じゃないんですよ。香りのないタイプのごま油。この油ちょっと高いですけど、めちゃめちゃいいです。油が全然汚れないし、フィルターでこして使ってあげれば、これも最後の最後まで使えるんで、普通のサラダ油を買うより、最終的には得なのかなって感じですね。よし、そしたらそろそろ入れていきます。いきます。どのぐらい揚げればいいんだろう。多分こんなもんでいいと思います。一度揚げます。もう一回いきます。これ揚げ物って揚がると上に浮いてくるんですけど、鱗の場合は逆なんですね。カラッと揚がると下に沈みます。はい、こちら鱗がカラッと揚がりました。特に美味しそうな匂いがするわけでもないですね。で、ここに味付けをしていきます。今日は2種類のお塩で食べていきたいと思います。1種類目がこれ、藻塩ですね。海藻の成分が入ったお塩。で、2種類目は、まず味の素をちょっと入れて、で、そこにお塩入れます。味の素塩でいきます。で、しっかり絡めていきます。まんべんなく絡めていきます。はい、これで松代の鱗チップスの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずは熱いうちに鱗チップスいただきましょうか。じゃあまずは藻塩の方からいただこうかな。このぐらい。じゃあいただきます。うまっ、マジか。こんなうめえの、鱗って。めっちゃパリパリ。あんだけ硬かったから口の中で残んないかなとか思ったんですよ。全然そんなことない。口の中で歯がちょっと触れた瞬間にパリーンって粉末状になって口の中で広がりますね。うまっ。次こちら、味塩。じゃあこちら、いただきます。これはうまいわ。断然味塩の方が美味しいな。鱗自体に味はないので、こういう風に旨味調味料で旨味をプラスしてあげると、本当に美味しいおつまみになりますね。いろんな風味のお塩で試したらもっと美味しいと思います。ではでは、お刺身も食べてみましょうか。まずは縁側いっていいですか。このプリプリの縁側です。醤油につけて、いただきます。柔らかい。意外にあっさりしてますね。もっと濃厚な油かと思ったんですけどね。さっぱりしてます。で、歯ごたえも柔らかい。縁側ってシャキシャキっとしてるんですけどね。では次こちら、角切りの方の身いただきます。いただきます。柔らけえな。うまいわ、これ。ブリとかタイのコリコリした感じではないですね。とっても柔らかい白身。だけど水っぽいってわけではないですね。次、薄切り。幅広く断面大きめで切った方が、この魚は刺身うまい。旨味がすごく感じられます。寿司握ってもこれうまかっただろうな。はい、ということで今日はこちらの松代のお刺身と鱗チップスときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。さあ、朝の5時から銀色かましちゃいます。こんな幸せなことがあっていいのでしょうか。はい。350ml みんな入りました。7対3でいただきます。ビールからのうめえ。たまらねえなこれ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はまるでシーラカンスのような魚、松代っていう魚をさばいて、鱗をピンセットで一枚一枚抜いて
鱗チップスとあとお刺身で食べてみましたけども、鱗チップスはびっくりしたよ。美味しいんだもの。いや、これからね鱗見る目変わっちゃいますね。あれね、もっと鱗が大きい魚ほど食べ応えがあって美味しいと思います。今度から鱗の大きい魚あったら一品としてまた作ってみたいと思います。いろんな塩で試したいですね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。